ファーストダウン10はやっぱ一番最初の攻撃なので特段リスクのあるプレーはしたくないなと。やっぱ自分たちが一番自信を持ってるランプレーから入っていくっていうのが一番オーソドックスな考え方だと思います。そういった意味ではそのチームの得意不得意もあるし、それまでの試合で相手チームがいやいやこのチームギャップスキームに対しては強いんだけどゾーンプレーに対しては結構走られてるよねみたいな相手チームのビデオを見て、考えてじゃあこのプレーをファーストダウンのプレーでやってみようということが比較的あるんじゃないでしょうか。セカンドダウンで唯一気にするのはセカンドダウンで長い距離が残った時、やっぱりセカンドダウンはいかにサードダウンでファーストダウンを取りやすいプレー、つまりマネージしやすいサードダウンを作るかということが、一番重要なセカンドダウンの役割だと思うんですね。マネージしやすいサードダウンというとやっぱサードダウン3ヤード4ヤード5ヤード以下っていうのが1個ポイントになると思うんですけど、すごくいいランニングバックを持ってるチームはやっぱりここでもランプレーやるんですね。5ヤード取れる可能性が高い。で逆に言うといやいやうちはクォーターバックとレシーバーがすごく相性もいいし足が速くて取った後も結構プレー期待できるのでじゃあ短いパス投げますかと。セカンドダウンロングに関しては大体そういった形でプレーを作っていくというので、セカンドダウンロングは比較的そのチームのオフェンスの特徴が出やすいダウンかなというふうに思っています。僕らロングって大体7ヤード以上かな、サードダウンロングって呼んでるんですけど、サードダウンとっても長い距離残ればやっぱりレシーバーたくさん入れてパスのフォーメーションですよね。インターセプトしたくないされたくないんだと、オフェンスとして。じゃあどういうふうにしていくかっていうと、もしこの試合が残り5分2タッチダウン差、1本取られても次のオフェンスもう一回ファーストダウン23回更新すればもう試合終わっちゃうよねっていうところだったら、サードダウン10残った時にあえてランプレーしたりします。だからサードダウンロングだからといって必ずパスがあるわけじゃなくて、例えばそのフィールドポジションとか得点差とか残り時間によって実はランやってみたりとかスクリーンとかドローとかですね、そういったちょっとリスクの少ないパスプレーをやってみたりとかっていうこともオフェンスの考え方としてあります。マネージしやすいよねっていうサードダウン5ヤード、このぐらいになってくるとランプレーのある可能性がもう考えてタイトエンド1人入れましょうとか、いやいやうちにはタイトエンドやっぱりいいタイトエンド2人いるからこういったことでディフェンスにランかパスかわからないようなフォーメーション組んでいきましょうよとか。サードダウンショートは大体1ヤードとか2ヤードとかなので、オフェンスとしては確実にランプレーで1ヤード2ヤード取って次のファーストダウン取りたいなというのが最初に考えることだと思います。こういった形で、とにかく中の人数を増やしてよりブロッカーの数を増やして、数で対抗しようというのが一個オフェンスの考え方になっています。そうするとディフェンスとしては当たり前なんですけど、大きい選手いっぱいいますよね。こうやって、こんな形でディフェンスを組んでくると、もしくは全部のギャップにもいてこういったところで全部ギャップを見ましょうというディフェンスもやったりするんですけど、オフェンスとしては自分たちが一番得意としているプレーを必ずやるっていうのが基本セオリーです。相手もこのシチュエーションだとこのチームこれやってくるよねっていうのは大体分かってるので、自分たちがどういうオフェンスをするかもバレてもいるけど、もう1ヤード2ヤードのことなので、ここはもうそれでも絶対勝とうということをまず考えるのが1個と、必ずオフェンスは自分たちが得意のプレーの裏のプレーを持ってます。じゃあ仮にですね、こういった形でショートヤード、このチームは仮にパワーがもう絶対得意だとっていうと、こういう話し出しをしてこれが得意ですよと。そうするとじゃあどんな裏プレー作るところかなっていうと、クォーターバックがこの選手に渡すふりをして実は渡さないでパスと。これで何が起こるかっていうと、10回に1回こいつはこの同じ動きの中でパス投げてくるんだっていうことがあると、この人たちは当たり前ですけど思いっきり動けなくなるわけです。なんかなパスかなっていうちょうど50-50でいうとなかなか動きがなかなか縦に上がれないので、じゃあその隙をついて私たちのプレーでファーストダウン簡単に取っちゃいましょうみたいなことも実は結構あるんですよね。どういうじゃんけんをしていこうかなっていうのはいろんなカードを持ってて、先に出すのかジョーカーを後に取っとくのか、あるぞあるぞと見せかけて使わないのかみたいなことっていうのは、そこはもう常に心理戦で頭を使いながら戦っているところですね。